ボスこんにちは、空手家工業です。今回はパンチのスピードと威力を一瞬で上げる簡単な方法をお伝えしようと思います。多くの方がご存知なように、実践においてパンチのスピードや威力って本当に大切です。ただ僕もそうでしたが、試合に出だした当初はスピードも遅くパンチ力もない、その上技術も大してないので、それらを上げるのには本当に苦労しました。そこで今回は指導のために研究している間に発見した人間のある機能を利用したスポーツ理論を応用することで簡単にパンチ力を上げる方法、しかもやり方さえ知ってしまえば全日本クラスの選手でさえたった1分でびっくりするほど変わる方法があるので、今回はそれをお伝えしたいと思います。パンチ力を強くしたい、パンチのスピードを上げたいという方はぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは極真空手世界大会を3連覇した高傑の過去の試合動画や実際に効果の大きかったトレーニング理論、誰でも簡単に打たれ強くなる方法など、見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜投稿していますので、動画を見ていただいた後にこれは使えるなとか、この動画は参考になったなと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。以前こちらの動画で高速コンビネーションの打ち方と実際の試合で使っていた時の映像をご覧いただきながら実践に導入する方法と、こちらの動画でパンチ力を強くしたい人が知るべき無駄なトレーニングトップ3という形で、パンチ力には関係ないにもかかわらず上がると思ってやってしまいがちなトレーニングをご紹介しました。パンチを強くする方法は僕が知っているものだけでも本当にたくさんあるのですが、今回お伝えするのはその中でも最も即効性があって僕が指導でもよく利用して確実に効果があるという方法です。まずは実際に入門間もない道場生に手伝ってもらってパンチ力が変わったビフォーアフターの映像をご覧いただきますが、今回の方法を行う際に知らないと逆効果さえもたらしかねない重要な3つの注意点やパンチ力が上がる理由などは実際の効果をご覧いただいた後にしっかりお伝えしますので、まずは道場生の変化をお楽しみください。ではどうぞ。今日は道場生の方に手伝ってもらって簡単にパンチ力を上げる方法をやってみたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあぜひもっと僕の方が肩を持ってこちら側の肩を引きながらこちら側の肩を押すような形で回転の補助をかけていきます。じゃあちょっと普通にパンチ打ってもらっていいですか。ありがとうございます。じゃあそのまま続けてください。そちら補助を入れます。そしたら今ぐらいの感じでしっかりグッと返された感覚を持ったまま同じように振り回されてると思ってちょっとパンチ打ってください。どうでしたか？今回協力してもらったのは入門して稽古20回ほどの白帯の方ですが、パンチのスピードや威力はあれだけで簡単に変えることができます。ではここからなぜそのようなことが起こるのかを簡単に説明させていただきます。ちなみに今回利用したのはスプリントなど短距離走などでも行われていたアシステッドトレーニングというものの応用なのですが、どんなトレーニングかというと、例えば 50m 走を走るときに腰に紐をつけてもらい、こちらのモーターのついた特殊な機械でこの人を引っ張ってあげたりします。そうすることで通常の全力疾走よりも速いタイムでゴールさせるのですが、限界を超えるスピードを経験させられることで筋運動間隔残効と言われる効果でタイムアップが可能になります。それを空手に応用したのが今回の方法です。スピードアップした理由を一言で言えば、脳にそれまで経験したことがないスピードを経験させたからなんですが、体を動かすというのは全身のたくさんの筋肉を連動させる必要があるため、脳がこれまでに経験したことがない動作に関しては自らの能力だけで行うのは実は簡単ではありません。そこで外力で無理やりではありますが体感したことがないスピードとこれまでとは違う打撃フォームで体を動かしてあげることで、脳に限界を超えたスピードと正しいフォームを経験させることができます。するとそれまで使えていなかった神経回路に刺激が入ることで連動していなかった筋肉がうまく動くようになり、これまで以上の動きが一瞬でできるようになったりします。こういった理論をパンチを打つ側の人が知らずにやるよりも知ることで疑いなく挑戦できるようになった方が確実に効果が上がるので、
指導者の方は覚えておいていただいて、実際に行う際は生徒さんに事前に理論を伝えることをお勧めします。ではここからは今回の最も大切な要であり重要な役割を果たす補助する人が注意するべき3つのことをお伝えしたいと思います。1つ目は当たり前のことですが、2つ目3つ目はこれを間違えたら逆効果っていうくらい大切なことなので、今回の方法を使いたい場合は必ず確認するようにしてください。では3つの注意点をお伝えします。まずは注意点1つ目、本人の回転速度以上で回せる人がサポートすることです。今回の方法は当然スピードが遅くなっては意味がないのですが、回す人にそれなりの筋力と体重がないとそもそも速く回すことができないので、この条件は確実に満たす人が後ろにつくようにしてください。そして2つ目からはめちゃくちゃ大切な要素になるのでしっかり聞いてください。2つ目は打っている人の軸が頭の中心ではなく前足の股関節になるように回すことです。今回の補助で最も大切なのが左肩をこの引く力をパンチ側に伝えることなのですが、パンチの回転の軸が頭の中心だと思っている人が回してしまうと、左半身の重量を後ろにこう持っていってしまうため、パンチのスピードが上がったとしても威力を上げるために前にこう伝えなくてはいけない左半身の重量を後ろに捨ててしまうことになるので、本来持っているその人の質量をパンチに伝えることができず威力が上がりません。どういうことかというと、これ人を上から見た図なんですが、回転する軸が、頭の中心だと思っている方が回すと、回された人の体はこんな形でその場で回ることになります。するとこちら側の重量はそのまま後ろに行ってしまうため、パンチにはこちら側左半身の重量が乗らなくなります。でそこで前足の股関節側で回すことで、このような形でここを軸に体がぐんと前に行くので、ここから先の全重量が前に伝わることになります。なので後ろで回す人のイメージとしては、左の肩は後ろに引いて回すのではなく、右の肩を押し出すスピードを上げるために引くと考えて行ってください。そして3つ目はパンチの方向に瞬発的に押すことです。右側は説明としては押すなのですが、生み出した回転力とスピードをパンチの方向に生かしてあげるために、イメージとしてはパンチの向かう方向に押しながらこうパーンと発射するような感覚で行います。例えば押す人がこういう風に回すイメージを持ってしまっている場合、パンチを打ちたいのはこちら相手側になるにもかかわらず、回すのはこちらになってしまっては、パンチと回転方向のベクトルがずれてしまうため威力が上がりません。また押すという言葉に引っ張られてしまうとスピードが出にくくなるので、パンチが向かう方向にこう押しながら相手の体の質量を感じた瞬間にバンと瞬発的に発射してあげることで回転力をサポートするとともに、打ち手の体重がこのパンチの方向に向かうようにベクトルを揃えてあげることが非常に大切になります。以上が後ろでサポートする人が注意しなければいけないこと3つになります。注意点3つ。1つ目、本人の回転速度以上で回せる人がサポートすること。2つ目、打っている人の軸が前足の股関節になるように回すこと。そして3つ目、パンチの方向に瞬発的に押すことです。1つ目に関してはコツではありませんが、2つ目と3つの注意点はどちらが欠けてもパンチ力アップにはつながらなくなってしまうので、後ろで補助する場合は全ての回転力と体重のベクトルが右の拳に向かうようにサポートすることをしっかりイメージしながらマックススピードで押す形で今回の方法を使用してみてください。そしたら今ぐらいの感じでしっかりグッと返された感覚を持ったまま同じように振り回されてると思ってちょっと待ってください。今回の方法はマスターすれば簡単に仲間同士でパンチのスピードと威力をアップさせ合うことが可能になるので、自分もやってほしいという方は仲間にこの動画を見てもらい、実際にパンチ力アップを体験してみてください。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。
これからも 100% 強くなるために役立つ動画を更新していきますので、もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、極真空手世界王者高傑の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。